はじめましての方もこんばんは。アルカナディアのベルルッタが予約できて嬉しくて眠れない男ユチです。ルミティアも最近やっと再販予約成功しました。嬉しい限りだ。とはいえ、いざ届いたらどう作ろうか迷ってなかなか作れなさそうな気がします。このチャンネルではガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしく。それでは今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るプラモは女神デバイスアスラキュービホムラです。キュービ予約できちゃったと思ったら速攻で届いたこのキュービホムラです。正直ちょっとビビりました。まあ結構なゴテ盛り装備だとよく聞くのでいかほどなのか僕の目で確かめさせていただきましょう。まず箱からランナーを取り出したのがこんな感じ。素晴らしいランナー数だ。さすがだ。次にランナーからパーツを切り離し、そして素体モードを組み上げるとこんな感じ。いい感じにはち切れそうな胸だ。ロリ体型の女神デバイスもいいですが、お姉さん系の体型もとても素晴らしいですね。ただやはりこのキットで気になるのは肩甲骨のポロリ。僕はポロリが気になっていたので組み立てながらすぐに合わせ目消しをし、ポロリの帽子をしました。さらに邪魔になりそうなこのスカートパーツは意外と可動範囲の邪魔にならず、可愛い女の子座りから膝立ちポーズなど幅広いポージングが可能です。やはりよく動かせるキットはいいですね。普通に素組みで飾っておくのも良きですね。そしてさらにこのホムラといえば武装パーツですよね。早速武装パーツを見ていきましょう。作った武装パーツがこんな感じだ。この量凄まじい。しかし一部ちょいちょい造形が違ったりしますが、ほぼほぼ賜物前って感じでした。そしてこの武装を取り付けるとこんな感じ。いやー長かったですね。素組みだけで 2,3 日ぐらい飛んだ気がします。僕から言えることは、もしもこのキットを手に入れてしまった場合は心して挑むべし。さて武装なんかのレビューは賜物前とほぼほぼ同じなのでカット。今日は早速改造をしていきます。今日はこのキュービを使ってミキシングをしていく。ミキシングのお相手は誕生日プレゼントでもらった HG ガンダムバエル。こいつの武装をくっつけることによってこのキュービにアグニカポイントを付け加えていく。だがしかし僕の技術ではバエルをうまくフィットさせることができなかった。その改造したのがこれだ。なんだろう、これじゃない感がすごいんですよね。でも割と頑張ったんですよ。なんかこう足詰めたりいろいろと縮小したりいろいろとやったんですけれど、これではいかんと思ったので、もう一体ガンダムを特殊召喚するぜ。いでよガンダムハジロ星。このハジロ星を使って今のそこはかとなく悪い感じのバエルックをいい感じに仕上げるぜ。ではここからが改造本編。改造の方行ってみよう。さてまずいきなり登場プラノコ。最近パーツをぶった切るのが僕のチャンネルの名物になりつつある。そんなプラノコでふくらはぎから下のいらない部分をぶった切ります。ぶった切ったところにはプラ板を2枚貼り合わせ、真ん中にヤスリで隙間を作っていくのですが、途中で面倒になったのでプラノコでゴリゴリいきます。これでキュービの足の下処理は OK。 次にモビルスーツの足の方を見ていきましょう。足はハジロボシを使います。一度分解した後に膝から上の部分の関節は全部切り落とします。そうするといい感じに足の中央にプラ板が残るので、先ほど作ったキュービの膝をはめ込み接着固定します。だがしかし固定したら問題が発生。膝が全然曲がらんのですよ。なので足が曲がるようにふくらはぎの走行パーツをどうにかしていきます。やることは単純。邪魔になっている中央の部分を切り落とし、切り口をエポキシ造形パテで整えます。ちょっとしたことだがこの作業をやることにより可動範囲は劇的に広がる。これくらい曲がればポージングの時も問題なさそうです。関節周りが整ったら次にモールドです。少し造形に物足りなさを感じてしまう部分があったらシャーペンで形をマーキングし、マスキングテープを貼り一度剥がし 0.3 ミリのプラ板に貼り付け、うっすら写った形になぞってデザインナイフで形を作ります。切り取ったプラ板はミスターセメントで一度装甲に貼り付け、
その周りを筋彫りカーバイト 0.15 で筋彫りします。筋彫りが終わったらガイドで使ったプラ板を剥がし、表面がザラついたりしているので、ヤスリで表面を整えていきます。そしてさらにふくらはぎの倉庫の端っこにもう少し情報量を加えたいので、マイナスモールドを埋め込んでいきます。取り付けたい部分に 3mm の穴を開け、モールドをはめるだけで結構ディティールが良くなります。さらに 0.3mm のプラ板を細長く切り、さらに細かく切り離したら、装甲表面にプラ板を貼り付け、さらにディティールを良くさせる。ある程度出来上がった足を見てみましょう。左がモールドを彫ったやつ。右がまだモールドを彫ってないやつ。いまいち良さが伝わりませんね。だがまあ個人的にはいい感じに仕上がっております。墨入れが楽しみです。さて、次に腰だ。腰の左右には 3mm の穴を開け、Z ランナーで余っているこのボールジョイントを切り取りはめ込んでいきます。そして装甲はバエルの腰パーツを使います。前面の装甲には、まずスーツの真ん中に切れ目を入れ、棒ヤスリで間を広くし、2mm のプラ板を差し込み、接着します。次に装甲パーツの真ん中にも切れ目を入れ、プラ板がはまるくらいの穴の大きさに整えたら、2つのパーツを接着剤で固定します。ちなみに前面の装甲は、恥じろ星の装甲を使っています。後ろの装甲はもちろんバエルの装甲を使います。裏側の気になる部分はプラ板で蓋をし、表面を整えておきます。そしたらこのガンプラでよく見かける腰にはめるような関節、こいつがはめられるような大きさの穴をお尻に開けてはめ込んでいきます。これで少し稼働ができる後ろの装甲の完成だったのですが、稼働させると結構ポロリがひどくなって、ポージングが大変になりそうだったので、結局接着固定。ですがまあ剣の鞘は稼働できるのでよし。出来上がった腰パーツがこんな感じだ。結構曲げられたりするので可動域は問題なし。さて、続いて腕です。今回はキュービの腕を活かしていくような形にします。そしてお相手はバエルの腕。なかなかバエルの腕はマッシブなので、いらなそうな部分は思いっきり筋彫りをし、溝になった部分をデザインナイフの刃を入れ、いらない装甲部分を切り落としていきます。その後、形を整えたらキュービの腕に接着。だが、ただ接着するとパーツの形がおかしいので、接着後、パテで形を整えます。肘にはバエルで使わなくなった膝パーツを使います。いらない部分を切り落とし、ヤスリで形を整えたら貼り合わせます。思った以上にキュービの腕にぴったりだ。腕の前面には、使わなくなったバックパックをいい感じに切り取り貼り付けます。これで腕周りは完成。次に肩です。肩には恥じろ星の装甲を使います。まず肩パーツに 3mm の穴を開け、3mm のプラ棒を接着しておきます。ビプラの肩パーツにも同じような作業を行い、プラ板でその2つをくっつける関節を作ればあっという間に完成。そして肩パーツも付けた腕パーツがこんな感じだ。いい感じにバエルと恥じろ星がミキシングされた感じです。さあどんどん行きましょう。次に背中です。背中はもちろんバエルのバックパックを使います。バエルのバックパックにはまず 3mm の穴を開けます。そこに 3mm のプラ棒を差し込み、接着し固定しておきます。プラ棒の長さを調節したら、キュービの方で余っているちょうどいいパーツがあったので、このパーツをはめ込み、接着しておきます。そして肌パーツの方にも 3mm の穴を開けます。開けたら今作ったバックパックをこのままガバッとはめます。そしたらすかさず接着剤で固定。これでバックパックの取り付けは完了。そしてウィングパーツには少し手間をかけます。キュービのこのウィングパーツを取り付けようと思うのですが、丸みを帯びたデザインがいまいちフィットしないので、丸まってる部分を切り落としてから、バエルの羽に取り付ければ、こんな感じ。どうでしょうか。いい感じのフィット具合でしょう。作った僕もびっくりするぐらいのフィット感ですね。さあ、最後にアンテナだ。アンテナ部分は恥じろ星を使い、トサカの部分はバエルを使っております。そんなアンテナの裏面には 2mm の磁石を仕込みます。そして前髪の裏面にも磁石を仕込むために少しリューターで削り
その後 2mm の磁石を仕込んでいきます。この2つの磁石で事足りると思ったのだが、少し接続が緩いので前髪の後方にもう一つ磁石を仕込みました。同様にアンテナの後ろ側にも磁石を仕込んでいきました。これで簡単取り外し可能なアンテナの完成。さらに4つの磁石を使ったことにより横にあまりブレなくなった。ここでひとまず全体の仕上がりを見てみましょう。どうでしょうか。色さえ整えば良さそうですよね。さらにバイルソードだけだとちょっと心もとないかもしれないので、キュービたちの装備を腰にマウントしておきました。これでバイルソードが折れても戦える。ここからさらに合わせ目消しやパーティングラインを消したりと、色々とやることがあるのですが、それを説明していると動画の尺がヤバそうになるので、今回はカットします。他の動画ではやっているので、ぜひチェックしてみてください。さーて、色々とスキップしてしまいますが、続いては塗装です。それでは塗装の方、行ってみましょう。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。よく乾燥させた装甲パーツ類には、ミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを塗ります。そして白の装甲パーツにはピュアホワイト、ウォーカーブルー、クリムゾンレッドを調色し、少し紫っぽい白で塗ります。よく乾燥させたら、日版のマスキングテーププッシュカットを使って白装甲の塗り分けをします。色は先ほど使った色にピュアブラックを足したものになります。面倒かもしれませんが、これをやることによって仕上がりがとても良くなります。青の装甲パーツにはウォーカーブルー、クリムゾンレッド、マザーパープルを使って紫寄りの青を塗ります。縦のワンポイントの黄色にはマイルドオレンジ、コーラルオレンジを調色し、黄色く染め上げます。ボディのインナースーツにはウォーカーブルー、クリムゾンレッド、ピュアブラックを使って黒紫色に塗ります。そしてさらにお腹周りのインナースーツはローズディープレッド、ウォーカーブルー、ピュアブラックを使って赤黒い色で塗ります。その後よく乾燥させたら100均で買ってきた網を巻きつけ、パレフォのブライトブロンスを塗ります。そしてさらに塗料が乾いたら網を取り外し、その上に下地で使った赤黒い色をグラデーション塗装していきます。これで網タイツ塗装の完成。仕上がりがこんな感じ。我ながら完璧なタイツだ。2回目ということもあって精度も出来も良くなっている気がするぜ。続きに行きましょう。肌パーツの下地にはサーフェイサーパステルピンクを塗り、その上からフレームアームズガールカラー FG01 と FG03 を1対1に混ぜて塗ります。武装やフレームパーツにはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを一度塗り、その上からスターブライトアイアンを塗ります。そういえば皆さんのバエルの好きな部分はどこですか？僕はマッキーが乗った直後のバエルが好きでした。あの時のこの後どうなっちゃうんだろうっていう期待とワクワク感が半端なかったです。動力パイプなどにはスターブライトシルバーを混ぜて塗り分けしていきます。バエルソードや刃先にはパールカッパーを塗ります。髪の毛にはピュアホワイト、オレンジイエローを調色して黄色く染め上げます。その後よく乾燥させたら一度クリアのトップコートを吹き、グラデーション塗装をし、塗りすぎてしまった部分をメラミンスポンジでこすり取り、陰影をはっきりさせたら毛先にクリムゾンレッドを塗ります。これでエアブラシによる塗装は大体終了。ここからは細かい部分塗装。まずは墨入れ。墨入れブラックと墨入れグレーを1対1に混ぜて墨入れをします。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取っていきます。口元はフラットレッド、ピンクを混ぜてピンク色に塗ります。デカールは市販で売っているデカールをペタペタと貼っていきます。フェイスデカールはアスラシリーズのデカールを使います。だいたい顔が整ったら最後にチーク。100均で買ってきた化粧品でチークを描いていきます。そして最後にトップコート。艶消しとクリアを1対1に混ぜて塗っていきます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。さあ、
バエルのもとへ集え。いかがだったでしょうか、今回のキュービによるミキシング。最初はね、バエルだけでどうにかしようとしてたんですけれどね、どうしようもならなくなり、恥じろ星を投入し、完全に狙っていない3体融合になってしまいました。僕的にはいい感じにしなかったので、よしっていうか、キュービのパスあまり使ってなくないって思った方、僕もそうだなと思いました。でも大丈夫です。今度どこかで使おうと思います。さて、今日の動画はこんな感じ。今日の動画面白かったよ、楽しかったよって思った方は、チャンネル登録、熱い高評価、熱いコメント待っております。最後に宣伝です。とうとうメンバーズシップを開設しました。メンバーズシップになると過去のライブ配信が覗けたり、Twitter には上げていない画像を上げたり、何よりも僕のモチベーションが上がります。こいつを支援してやってもいいよって思った方はぜひご参加ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またな。